こんにちは、たかしです。本日は1月21日土曜日、週末ですので、来週23日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは冷やしからです。昨日は大きく上げてきましたね。今週は結果的には上昇の1週間になりました。ただ、水曜日につけたこの長い上髭ですね。ここをまだ超えてきてませんので、ここを超えられるかどうか。これですね。ここを超えられるかどうかっていうのが今直近の目標となっております。ここを超えてこられると、冷やしのこの GMMA の青帯も上抜けてくることになりますので、そうなると冷やし単位での上昇トレンドに変わっていけると思います。まずは水曜日の高値を上抜けられるかどうか。そしてその次はここですね。162.332 というところに点線が引いてますが、ここが直近の戻り高値になりますので、ここを超えてくると次目線が上向きに変わってきます。今のところは下落トレンド中なんですが、その最安値の戻り高値が目線の切り替えポイントになりますので、この白の点線 162.3 付近を上抜けると、そこからは日足の目線が上になっていきます。現在まだ4時間足の目線も下ですので、上値は重い展開、しかも日足の GMMA に接触してきているので、この辺は上値が重くなるところですので、週明け一旦下落後の上昇になっていけば直近の高値を超えてこれると思います。ただ先ほども言いましたが、今は下落トレンド中ですので、このまま次下落に向かうという可能性も考えられます。次下落に向かうのはストキャスティクスが高値圏に入ってきたところかなと考えております。過去のストキャスティクスのデッドクロスからの下落を見てますと、チャートは比較的大きく下落してますので、今ストキャスティクスはまだ高値圏に到達してませんので、上昇する可能性が高いとは見ますが、これが高値圏に入ってきたところは次大きく下落する可能性がありますので、それまでに直近の戻り高値を超えられるかどうかというところに注目です。では4時間足です。4時間足の目線切り替えポイントも先ほどの白の点線が引いてあるところと同じ位置にあります。162.332 を上抜けると4時間足も日足も目線が切り替わると考えてますので、まずはそこが大きく意識されてきそうですので、もう少し上昇余地があるんですが、昨日は強く上げてきましたが、最終ちょっと下落して終わってますが、週明け 162.3 付近まで上がってきたところでどうなるか、そこを強く上抜けられるのか、そこで再び下落していくのか。もし 162.3 付近で下落してきた場合は、ここ今レンジになってますので、このレンジが継続とみなします。4時間足の GMMA はまだ横ばいですので、基本的にはレンジを想定。ただし日足がまだもう少し上昇余地があるので、このオレンジの点線4時間足と日足の目線切り替えポイントを上抜けてきそうな雰囲気にも見えますので、そこがどうなるかが週明けは注目ポイントですね。ただ現在はそれほどトレンドが出る相場ではないと見てますので、ここでのレンジの可能性が高いとも考えられますので、今はそこを見極める期間、まずは 162.3 を超えるかどうかを注目していくのがいいと思います。そして現在は4時間足ストキャスティクス高値圏からデッドクロスしてきてますので、現在地から買っていくのは優位性がありませんので、一旦このストキャスティクスの過熱感が解消して次のゴールデンクロスになるところっていうのを見ていきたいですね。そしてこの緑のエリオット波動なんですが、これはあくまでイメージです。もしこのエリオット波動の仮説が正しいのであれば、現在は3波進行中です。1波の始まったポイントを2波の安値が下抜けていないということ。そして現在は高値を若干ですが更新してきているので、上昇トレンドに入ってきているんですね。ですのでこのまま上昇していく可能性を考えると、エリオット波動の3波なのかなというふうに考えられます。そして昨日のブログで書いたと思うんですが、今エリオット波動のこの3波の中のここさらに1、2、3と進行中なんですね。こんな感じですね。現在まだ途中ですので、この仮説はまだわかりませんけれども、この緑のエリオット波動の3波の中にフラクタル構造で黄色のエリオット波動1、2、今3波進行中、そして4、5となっていくのかなという、そんな感じ。この先はまだわかりません。この辺はあくまでイメージなんですが、と考えると大きな3波の中に今小さな3波があるので、一番伸びやすい波になってきているんですね。もしこの仮説が正しいのであれば、週明けぐんぐんと伸びてきます。
。サードオブサードの一番伸びる波となってますので、今その波に入ってきている。昨日の上昇もそう考えると理解ができると思うんですが、そうなると週明けはまだまだぐんぐん伸びてくる可能性がありますので、この黄色のエリオット波動の3波が終わるまではまだまだ上昇していくんだろうなと。その3波がどこで終わるのかっていうところですので、もしかすると週明けすぐに上昇していくという可能性もあります。ただやはりストキャスティクスが高値圏なのは気になりますので、一旦解消に向かってほしいかなと。週明け東京時間でこの辺でじりじりと値動きが小さくなるような、もしくはじり安とかそんな感じになるのでしたら、ストキャスティクスが少しずつ過熱感を解消に向かいますので、そこからの次おしめ買いっていうところを狙っていけると大きく取っていける可能性がありますので、その辺に注目していくのが良さそうですね。では1時間足です。ここのところ行ってこいの動きを激しくやってるんですが、こういったトレンドをつけない上昇ですね。ここは指標発表での上昇になってますが、その後の全戻しにしてもここほとんどトレンドをつけてませんよね。ここで少し戻しをつけているぐらいで、ほぼほぼ急降下です。こういったトレンドをつけない相場っていうのは、次の上昇に関してもトレンドをつけずにスルスルっと上がることがありますので、今回はそういう動きになってますね。ここもそうでしょう。ここもトレンドをつけていないので、その後のこの期間ですよね。ここっていうのはトレンドをつけずに上昇下落をしやすくなってきます。逆に言うとここからまだストンと落ちる可能性もありますので、そこは注意です。1時間足のストキャスティクスは安値圏に向かってきてますので、やはり週明けじりじりと下落したところからの上昇を狙いそうな雰囲気でもありますね。フィボナッチリトレースメントを今引き直しました。この直近の上昇に当てたものですね。木曜日の安値から金曜日の高値に引いてます。その中の今 23.6% 付近に来てますので、週明けここから反発するのかというところですね。1時間足のストキャスティクスはもう少し下げる余地がありますので、GMMA 付近まで下がってきてほしいところですが、ポンド円は一度方向性がつくとその方向にぐんぐん行くという特徴がありますので、もしかするとこの辺 23.6% 付近でもう少し揉み合ってからの上昇になる可能性、もしくは 38.2% まで下落する可能性もあるんですが、今までのポンド円の動きを見てると 23.6% 付近からの上昇になる可能性も高いなと思いますので、まずはストキャスティクスが安値圏に来たところで下げ止まったのであれば、そこからの上昇を狙っていけばいいんじゃないでしょうか。現在は1時間足で GMMA が上向きですので、このトレンドに乗っていくのがいいと思います。4時間足では GMMA が横ばいでトレンドレスな状態ですので、そうなると買い足のトレンドに従って動いていくと考えます。ただし現在は高値圏にあります。4時間足でのレンジの上限付近にありますので、その辺は注意ですね。ここからレンジになっていくのであれば大きく下落していく。そうなると155円台ぐらいまで下落する可能性もありますので、基本的には1時間足は今上昇中ですが、ロングエントリーをする場合はしっかり損切りを置いてという風にしないと、4時間足のレンジという可能性もゼロではありませんので、その辺は注意していく必要があります。それと4時間足、日足はまだ下落トレンドを崩していないというところもお忘れのないように。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方が少しでもスキルアップできるような丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。今週の更新は土曜日の午後から、本日午後からを予定しております。トレードでの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。それから初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは2週間の無料期間がありますので、その期間をご利用いただき、自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。まずは行動しないと何も変わりませんので、無料期間を上手にご活用ください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されない場合がありますので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。
勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。